ご視聴ありがとうございます。今回は昨年紹介しました道具で良かったものを総集編的にご紹介。前回からの続きパート3となります。前編中編も公開をしておりますので、お時間ございましたらそちらもご視聴いただけますと嬉しいです。1つ目、スナップオンの LN47ACF 先の長いコンビプライヤーです。コンビプライヤーではありますが、ニードルノーズとも表せる今までになかったタイプのプライヤーです。全長は 245mm、重量が 357g。200mm のコンビプライヤーと並べてみると先だけ長くしたような形です。握った感じは大柄で重く、手にして遊んでいるとなかなかごつめ。グリップを握り込んでみると剛性がとても高いことに気づきます。たわみはしますが相当に硬いっすね。つかみ面がこちらです。先端は細かな網目、中ほどはちょっと粗くなって根元側はさらに粗い平行目となっています。一番付け根には金属線を切れるカッター付き。スリップジョイントで口先の開きは3段階に調整可能です。一番狭く設定しますと先端左右ぴったりと合う感じ。一番広い側に設定しますと 10mm ほど開いた状態となります。合わせ部分のガタは多少感じます。動かしてみるとこのくらい、1mm くらいの触れはあるっすね。マルチに使える道具です。細かい作業ではホースクリップを外すのに使ったり、ベータピンを抜くのに使ったり、コンビプライヤーではまずやらなかったような作業をこの 47ACF の細かい先端はこなします。またパワープレイも得意。ニードルノーズではまずできないような力仕事も可能です。剛性が高くしなりが小さいので、グリップに入力した力がしっかりと先端の保持力に変換されている感じ。道具がたわみすぎてしまい掴んでいるものが弾けちゃうようなことはありません。とりあえずこれを持っておけば様々状況に対応が可能です。最近作業始めに最初に手にする握り物となってます。さて、ネガと言うべきかは悩むところですが、このごつい体型、特に横幅が気になります。引っかかって使えないことは多いっすね。全長が結構ありますので、リーチを期待してこういった特殊なプライヤーの代わりに手にすることがありますが、この首部分でつっかえてしまって使えないことの方が多い印象があります。あとはお値段。最近は並行品も為替のためか買いにくくなりました。舶来物には厳しい状況が続いています。スナップオンの LN47ACF。特殊な道具かと思っていましたが、活躍の場面が多い。どちらかというとマルチプレイヤーなアイテムです。重厚ですが気軽に使える道具。機会がございましたら手に取られてみてください。2つ目、握り物が続きますが、藤谷さんは黒金のニッパー。フラッシュカットができるのに鉄線も切れる耐久性を謳う珍しい製品です。スタンダードサイズなニッパーです。黒金は藤谷さんの高級ラインで、名前の通り全体が黒と金で構成されています。メッキも黒光りしてまして高級感がありかっこいいですね。切断能力は軟鉄線が 2mm、銅線が 3mm まで。軟鉄線というのは炭素量がコンマ25以下の洗剤を指すみたい。指でくにくにと曲げることができる、こういうワイヤーが該当するようです。試しにこれ、新線 1.2mm のカラーワイヤーを切っていますが、軽い力で問題なく切れます。VVF は2芯を一遍でもバチッと不安なく切れるっすね。私の使い方ですが、ボルトのワイヤリングを外すときに便利に使っています。刃先が薄く、またその形からボルトの際でワイヤー切断が可能なので、ワイヤーを1回切るだけでワイヤリング解くことができます。普通なニッパーだと刃先が厚いので際でカットができないのです。ボルトからちょっと遠いところで1回切ってからワイヤリングを逆方向にねじってよりをほどいてから外していましたが、この黒金はパチンと1回切って引っ張るだけで OK。楽に外すことができるっすね。コンマ 6mm のステンワイヤーを刃の先端を使って切っています。今のところ刃が大きくやられることもなく、問題なく使えてるっすね。あとはタイラップの切断作業。面で切れるので仕上がりが綺麗です。切った部分が飛び出さないので怪我をしない切断面が作れます。これが1本あればオートバイ整備で困ることは少ないですね。
ネガは今のところ特に感じていませんが、耐久性だけは心配です。実際刃先、よく使う部分は刃がわずかに波打ったようになっています。さっきの映像で切りました深線 1.2mm のカラーワイヤー、刃の先端側で切ってみますとちょっと不安はあるっすね。今のところ切れ味が落ちたとは感じていませんが、強度的にはどうやったってこういった刃に比べて不利ですから、どこまで持ちこたえられるかというのは気になるところ。問題が出ましたら報告をさせていただきます。黒金のニッパー、少し気を使いながらではありますが、ステンレス線をパチパチと切っています。用途に合いそうでしたらお試しください。3つ目、アイローダのハンダゴテ。アイローダは台湾のブランドです。ブタンガスをソースとしたトーチ系の工具を作ることで有名。今回紹介しますこのコテもブタンガスをソースとして使います。そのためコンセントがないところで使えます。オートバイ、車その他もろもろ、配線ちょっと直すときなど便利なアイテムですね。もともと存在は知っていたというか、周りで持っている知人も多いので使う機会も多く、その便利さは知っていたのですが、なんか持ってなかったんです。で、昨年このアイローダーを手に入れて使ってみたらやっぱり便利でしたのでご紹介をしています。全長は 180mm、重量が 66g、電気式のコテとサイズは変わりません。しかしコードがないだけで取り回しはとても楽になります。重さも軽く感じるっすね。またコードを引っ掛けたりしてとっちらからない、安全に使えるというのがいいところ。相当に熱を持つ、やけどの危険がある道具ですから、安全に使えるというのはそれだけでメリットになります。先端は4種類が付属。交換をすることで小型のトーチやホットナイフとしても使えます。トーチとしてはよく使ってるっすね。ヒートシュリンクを縮める作業、ハンダ作業に熱収縮ってセットみたいなものだと思っていますので、先端組み替えの手間はありますが、どちらでも使えるというのは便利です。このコテを使い始めて電気ゴテ使う頻度は明らかに減りました。出先でなくても簡単な作業であればこれを手に取ることが多いです。使っていて良いなと思っているのは、ほぼ1回で火が入ってくれることです。同社の火打ち石で点火するタイプや他社品の自動着火の製品、新品であっても1回じゃつかないのとか、そもそも全然火が入らない製品というのもいくつか経験をしています。このソルダープロ90はほとんど1回でつきまして、また火を入れてからハンダが溶ける、使えるまでの時間は20秒から30秒ほど。本当にストレスがなく使えてます。耐久性はまだ分かりません。使い込むとつきにくくなるものもありますが、今のところの点火性能は良い部分だと感じています。ネガとしては、チップ先端の排気口から高温の燃焼ガスが出ますので、意図せず周囲を焦がしたり溶かしてしまう可能性があるということを挙げます。混み合った箇所では気を使う、ちょっとした使いにくさはあるっすね。小手先を掃除するときも排気口がスポンジ側向くことがありまして、ちょっと嫌な感じはあります。この排気口、どの向きにも組めますので、向きを意識して組んで使えば大抵問題は回避できますが、この排気があることを忘れていると困ったことになります。私は何度かこれ忘れて机を焦がしたことがあります。外箱に排気に注意とか書いてあったか、捨てちゃったので分かりませんが、本体に記載するとか、先端チップの排気口を強調表示するとか、何かしらの配慮があったらさらに良かったと感じました。排気が起こし得る問題についてはご留意をいただきたいポイントです。それからガスタンクの残量がわからないのが少し不満です。ガスの注入は満タンで吹き戻すタイプなので入れる量は分かりやすいですし、ガスマンで1時間くらいと結構長いこと使えますので、タンクの中見えなくてもそんなに困らないのですが、使い捨てのライターみたいに透明ならなお良かったっすね。というか透明タンクのモデルがあるのです。私はそれ知らないでこれにしました。さらに良いものあることを知ってしまうとそっちを使いたくなるっすよね。アイローダーのコードレスハンダゴテソルダープロ90。配線を切ってつなぎ直すとかを手軽にできる良い製品です。出張修理が多い方や DIY する方、サンデーメカさんにぜひおすすめ。コードレスのコテは便利です。有名どこですとドレメルやコテライザもあります。用途に合いそうでしたらお試しください。1回で点火するものを選ぶことをお勧めいたします。
その他紹介しきれなかった良い道具いくつかございます。このハルダシンプレックスハンマーもその一つ。皆様の良かった道具は何でしょうか。おすすめございましたら教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。